はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、声優の選び方というのをちょっとお話ししたいと思います。JMA の吉田です。よろしくお願いいたします。今、ちょっと出しますね。よいしょ。はい、よいしょ。はい。こういう声優の選び方というのが、実はこうすれば簡単で間違いないよっていうのがあるんですけど、ネットですとかいろいろな本を見ても、間違ってることばっかりなんですね。実際にちょっと見てみましょう。私が考えた、もう35年前に考えたんですけど、間違いないための方程式っていうのがありまして、声優の選び方ですね。まず作用から考えます。鎮痛ですとか鎮静が必要だなと思ったら、じゃあどういう成分がそれにあるのかなと。例えば鎮痛鎮静であれば、エステル類のサリチル酸メチルという成分があります。これはよく湿布やなんかの薬の原料になっている成分なんですね。じゃあこれが作用から成分。そしてこの成分から精油選び。このサリチル酸メチルが一番多く入っている精油は何なのか調べますと、ウィンターグリーンが99%。で、答えは、ウィンターグリーン。ですから、鎮痛鎮静で何か使いたいなと思ったら、作用、成分、含有量。この方程式を使うと、答えを間違わない。性選びを間違えないっていうのがあります。よくあるのが、今ね、蚊っていうのがありますね。虫除けですよね。これもアンサー答えになってますけど、蚊よけ、飲みよけ、ダニよけ、これが作用ですよね。そして成分は何か、テルペン系アルデヒド属のシトノレラールという成分なんですね。で、実際に、薬局やなんかで、子供用の今虫除けスプレーを見ると、安全な成分なんで、シトロネラールとちゃんと書いてあります。これが蚊よけ、飲みよけ、ダニよけの成分なんですね。じゃあこれが一番多く入っている成分は何かというと、ユーカリレモン。80%入ってます。実際にこれで作用、成分、含有量で見ると、答えはユーカリレモン。ですから、今、海外でも生徒がいるんですけど、みんな教会でお勉強してる人たちは答えを間違えない。これが学問なんで、実際に。実際に、ラベンダーが蚊よけとか、ペーパーミントが蚊よけ。ちょっと見ますと、こんなのがあります。レモングラスが蚊よけとかね、ティートゥリーが蚊よけ。これは実際に成分は間違ってます。蚊よけではないので、これはバッテンってことになります。答え合ってるのは7番のユーカリレモンだけということですね。でも実際にネットとか、書店で本を買ってもこれが間違ってる。なんでかなというと、メディカルアロマじゃないですね。香りで、と言われてます。効くと言われてますとか、そういう非常にファジーなもので、自己責任っていう、アロマテラピーだからですね。で、実際にメディカルアロマと言っても、このアロマテラピーをやってる、教会ですとか、教えてる先生が実際いて、こうやって間違ってると、信頼をなくしてしまいます。教会は必ず、自己責任とは言わないで、ちゃんと信頼ある情報を流そうと思ってます。で、実際に、今は精油の選び方なんですけど、処方って作るのが僕たちのテクニックで、その場合には精油の成分をちゃんと勉強するということ。それから精油の作用ですね。この特質を知るということ。これも勉強しなければなりません。今日は3番の精油の選び方で、作用、成分、含有量、この方程式です。で、実際にどういう作用を使おうかなっていうのに、4番のカウンセリングというのは非常に重要なんですね。聞き方。これが一番難しいと言っていいかもしれません。それと、じゃあ、精油を選んだら5番の、ジェルにしようかな、クリームにしようかな、機材の勉強もしておかなきゃいけません。で、この機材を使った場合はどう体に影響するのかとか、どう浸透するのかとか、それと、その機材の安全性も勉強しなきゃいけない。最後に、病気のこともそうなんですけど、6番、体の勉強もしなきゃいけない。これを全部やって、処方を作るのが、JMA、協会のメディカルアラマで、アドバイザーという資格を持つと、ここまで自分で処方を作れるようにって教えてます。これがね、協会の、よいしょ、メディカルアラマなんですね。ですから、他のメディカルアラマと比べると全然違うかなと思いますね。
今日簡単でしたけど、作用、成分、含有量、これを覚えてくださいっていうのがありますね、実際にね。で、今日最後ちょっとね、サービスタイムじゃないですけど、ちょっと CM じゃないですけど、緑川先生にですね、今後ちょっとイベントがあるので、ちょっとお話してもらいたいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。8月30日なんですが、栃木フェスタ、宇都宮で開催されます。第2部の方が、ペットの介護についてです。会長にお話しいただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、もし興味のある方がいたら、今日下に URL を貼っておきますので、参加していただければありがたいかなと思います。また、ズーム参加もできますので、なんかちょっと興味あったら見てみてください。はい。じゃあ今日はありがとうございました。失礼します。